じゃあダート部門1位決まったところで、はい、次はロード部門いきたいと思います。じゃあまた持っていきましょうか。どうしよう。次は1個にするからね。絶対ですよ。じゃあロード部門皆さん持ってきましたこれか。俺ロード部門もなかなか自信作ですよ。俺自信ない。俺も先どうぞ。じゃあ金子さん。俺ねコンチで今IF に履いてるのがコンチネンタルのゲータースキンなんだけど、まあこれもねまたねこのパターンでクリンチャー作ってくれたらいいなっていうコンチネンタルの26の 2.8 じゃなくてこれまあこれの 26.2.8 だったらそれはそれで嬉しい。それはそれで嬉しい。スプリンターゲータースキンか。イカのね切り身みたいな感じのパターンのイカの切り身みたいなヤスリ目全面みたいな。いやーそれそうかっこいいんだでよ。しかもそのまんま横もゲータースキンだこのね、オレンジ色のね。そう前ロードで俺使ってましたね。これいいっすよね。かっこいい。かっこいいこのタイヤが履きたくてチューブラにした。そうちょっと俺も今チューブラにしたいっすねなんだったら。チューブラの中だとダントツです。かっこいいね。それかな。あとこれすげえグリップ感あるよね。もう使ったことないんですよ。ムチ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 っすよね本当ね。ムチムチどこまで倒してもなんとかなるんじゃねえかみたいな感じのもちもち具合が。チューブラ部門っていうのがあったら満場間違いなく確かにチューブラ全部さ、デューガスもかっこいいね。そうか。でもこれだけさ見た目特殊じゃない。他のって似たり寄ったりだけど。大体このサイドスキンだったりとか。サイドスキンを黒く塗ってあったりするけど、これかっこいいね。チューブラ久々履きたいな。履きたいね。一番タイヤっぽいっすよね。タイヤっぽい。確かに。チューブラって 700C。あと高圧入れれるからさ、めちゃくちゃカツカツなんだよ。石なんじゃねえか。パインパインってできる。 10psi 大丈夫？ちなみにこれだって12バーぐらい。マックス12バー。いいね。 175psi。怖えよ。破裂させてくれよ。っていう終わりです。ありがとうございます。僕は終わり。いやでもそのタイヤは名作です。じゃあ僕も同じコンチネンタルグランプリ5000ですね。新しくなった4000ではない。4000から使ってて、まあ4000があるなら4000の方が好きです。4000の方がパカパカ薄いよね。そうですね。もっちの方がすごい確かにクッション系は4000の方が良かったけど、まあ今手に入るのは5000。まあすごい乗り味は似てる感じ。5000チューブレスレディってんだよね。チューブレスレディもいけるやつもある。2種類あります。2種類クリンチャーオンリーとチューブレスレディと。ああいいね。俺ね前ロードスプリンターゲータースキンでチューブラ辛くなって今これになった。おお。なんでそれ持ってこないんだってでも前使ってて今これをロ確かにードバイク一番説得力あったね忘れてた。僕もでもコンチいいですよね。コンチロードバイクはコンチか、細スリックはコンチ。あと今ピレリ履いてます。ピレリ履いてみて、車タイヤ作ってるメーカーがロマンがある。タイヤ専業だったりとかするので、ロードタイヤのパターンでさ結構レースタイヤとかよくあるけどさそのパターンの溝がさ水はけよいいですとかさそういうの書いてあるじゃない。あれ結構ムラッとしないなんかこうムラッとはしないか。ムラッとしないワクワクはする。そうムラじゃないです。ワクワいやでもすごいわかります。そうだから結構この辺とかもこれさ確かさなんかベロアみたいになってるんでそこでわかる。ちょっとこのなんだろう毛羽立ってるというか、わかります。この考え抜かれたパターンかっこいいですよね。車のタイヤもそうだもんね言ったら。ちなみにそのピレリはバイクと同じこのパターン、バイクのタイヤと同じパターンがめちゃくちゃロマンあるでごめんなさい、僕今これ2個持ってきちゃった。これロードバイクにつけるならコンチで、さっきナノ入ってるグラベルバイクを通勤とかオンロードで使うならこっち。なるほど。グラベルキング SS これは 38C です。通勤メインですね。でたまにオンロード含み100キロとかだったらこれでいっちゃいます。やっぱこのセンタースリックですね。完全にもうつるっとしたなみなみの模様が入ったセンターに、少し気持ちばかり杉目というかヤスリ目。そうですね。優等生日本代表ですよ。優等生日本代表。万能。そうで一応これ SS と
あとノブがもうちょっとしっかりある SK っていうのはケーシングが分厚いので、通勤ですげえ使ってて、なんかこの刺さったパンクとかに強いのが耐パンク性。耐パンク性、そうですね。普通のスリックのやつはやっぱペラペラな感じなんですけど、こっちはしっかり厚みがあって軽いのにね、そんな重くないのにね。そうですね。確かにそんな重くないですね。普通のグラベルキングよりちょっと分厚いって頑丈で、でコストパフォーマンスがいい。あ、確かにコスパ高い。優等生のコスパ。普段ガンガン乗るバイクに使って消耗してっても、すぐ新しいのに確かに変えられるっていう。あとサイズが超豊富です。ああそうね。ね。太さとホイールサイズ。738でこの後 43C になっちゃって、43俺のバイク入んないので、だから1個下げて38でちなみにグラベルキング系列は 32C からしかチューブレスできないんですよ。できないね。そうだね。 28まではチューブレスに対応してなくて、ロードバイクでグラベルキング使うのやめました。なるほど。チューブレスできないんで。 R エア入れてってこと。あれだよね。トラクロクロスとかで使うのも良さそうだよね。そうですね。横がさ、なんだろう、ちょっと伸びなんだよね。確か。伸びですね。ちょっとこの若干伸びやと。そう、縦伸び。縦伸び縦伸び。そう。縦線路伸びみたいになってんだね。そう。結構それどうなの、食ってくれる？俺あんま実は使ったことないんで、ダートとかガレガレのグラベルとかはちょっダメかと不安あるけど、ちょっと土っぽいで。とこだったら。まあスリップよりかはって感じ。気持ちばかりまあオンロードというかスリッカー扱いでね、ほぼね、そのタイヤは。で分厚いから砂利道なんかあ、そうインドだね。とか入っちゃっても大丈夫。確かに。主にオンロードっていうイメージ印象かもしれない。ちょっとどっちかな。まあロード部門だったらこっちかな。まあこういうことじゃあない。じゃあいいですか？じゃあ俺あかぶっちゃったから先出しとくよ。あ、じゃあ谷さん。ちょっと俺複雑な気持ちを吐露していい？持ってきたのはグラベルキング、今もそうはいの一番無印のやつスリックのスタンダードキング。で、これは別にもうこのタイヤなんか愛してなんかいないたださっきダンも言ってたけど、コスパと実際の調子の良さ、軽くて、だって同じようなさグレードのタイヤさ、グラベルタイヤよそのメーカーだと8、9千とか1万円とか平気でしちゃうでしょ。5000円ちょっとでこの軽さと転がりの良さで、とりあえず困ったらこれ履いとけば絶対調子いいの分かってるけど、そんなことやってたら世の中の自転車の 90% が全部これになると思うんですよ。なるよね、都内の道だったら、それはつまんないから、いつも本当はこれが調子いいんだけど、これに似てる WTB のエクスポージャーにしようかなとか、そういう考え方ほぼ一緒だから相馬のタイヤにしようかなとか、本当はぶっちゃけかっこつけポイントをゼロにしたらこの世のチャリ全部これでいいんじゃないかぐらいのパワーがこいつにはあると思っちゃっている。サイズも超あるし、出来すぎくんね、出来すぎくんなので、かっこつけないんだったらみんなこれ履いとけば絶対大丈夫。絶対大丈夫。これロゴいいんだよね、実は。なんかちょっとロカビリー調なんですよ謎の。確かになんかその金縁というか、フォントがね、ホワイトレターっていうかこうだったり、これがストレイキャッツのフォントあと名前嘘、グラベルタイヤではないと思う、ぶっちゃけ。あ、そうですね。リベンデルもこのタイヤをオンロードタイヤですって書いてあったけど、俺もグラベルキングのこの無印はオンロードスーパー調子いいタイヤであって、グラベルタイヤだと僕は思ってない。普通にオンロード調子いい。確かにコミューターキングですね。コミューターキング、アスファルトキング。以上、僕はこれ好きじゃないんだけど最強なのはこいつなんじゃないかという感じ。じゃあいいですか？はい。私またこれ自信作ですよ。ああ、 WTB のランパー。出てくる。 WTB じゃないよ。 WTB じゃないテラベイルのテラベルのランパーとタイヤのことで今もう頭が。なるほどね。これがマジで優秀です。それ優秀だよね。これすごい650の47もありますし、700の38もあるし、テラベイルのこれもスリックそうですね。タイプのタイヤで、これ実際このサイズの
は僕使ってないんですけど、これ700の 28C があるんですよ、うんそれの単サイドを僕自分のロードバイクで使ってるんですけど、28C でチューブレスできて、熱いよね。それこそそれまでコンチネンタルのはいグランプリ4シーズン使ってたんですよ、で、チューブレスロードバイクでもやってみたいなと思って、悔しい、いいな。で 28C でチューブレスできるタイヤを探しててずっと、そしたらロンポートあるよってちょっと使ってみようと思ったらめちゃくちゃ良くて、やっぱいいんだ。うわ、くそマジで悔しいんだけど、超使いて。本当使いてよ、本当に。そっからこれは調子いいぞと思って、もちろんチューブレスなんで、そこまで高圧にロードバイクにしてはちょっと低圧気味なんですけど、なんで体感速さで言ったら全然コンチとかクリンチャータイヤの方がスピードは出るんですけど、やっぱグリップ力とか、それこそ僕グラベルバイクが届くまでの区間、ロードバイクで土の上とか走ったり一緒に行ってたりしたんで、そういう時にめちゃくちゃいい。28なのに全然いけちゃうやん。ちょっとロードバイクでやんちゃなライドしたい人はちょっとこれを頭に入れておいてもらって、でスリックタイヤで太めのこのサイズと 650B で、スリックがいいんだけどちょっと砂利の上とかも走れたらいいなって思えてる方は、ぜひ一回使ってみてほしい。もっちり系だよね。すごい柔らかいです。もちもちした。これと同じサイズで言うと WTB のホライゾンはぬたーっとこうアスファルトに食いつく、吸い付くベタッという消しゴム系でね、そうですね、もちもちもちで、逆にさっきのグラベルキングは硬くてくっつかない、サラサラした感じでした転がり同じここの47、48のロードプラスでいうと転がりはグラベルキングがめちゃくちゃいいかも。食いつきともちもちはホライゾンとテラバエルのが上だよね。好みだよね、この硬ささ、そうですね、くっつかないさらっとしたの好きな人とひたすらもちもちが好きな人で分かれるよね。そうで、コンチもどっちかって言ったらこっち、結構中間なんだよな。こいつも柔らかいよね。ちなみにこいつ結構もちもちしてるよ、確か。これ系だと思う。もちもち系かも。結構俺この 47B 使ってましたけど苦手だった。もう少しスルスル転がってほしいなっていう。俺もこれちょっと前一瞬使ったけど、でもすんげえそうなんだよな、すげえもちもちしてんだよな。そうやっぱね 650B だとやっぱ伸びなタイヤの方が好きなんで。そうですよね。そうなんで僕もこのタイヤが好きっていうのはで思ったきっかけはやっぱ 28C。俺も本当それ超羨ましいんだけど、うわめちゃくちゃ履きてーめちゃくちゃ履きてー。そういやこれ本当すごいなと思いました。これ絶対そういうちょっと650B とか700の太いタイヤで、でもブロックタイヤはちょっと抵抗あるなって方はぜひ使ってみてほしいタイヤですね。スリックタイヤのくせに超グラベル走ってるやんって思います。横のこの線いいよね。いいですよね。かっこいい。これかっこいい。そう普通に出揃いましたが、はい。じゃあ改めてロードタイヤの1位。ロードタイヤロード難しいですね。オンロードなのかオンロードタイヤ、スリックタイヤね。ロードバイクで100キロなのか通勤10キロなのかでも違うよね。難しいな。俺谷さんが持ってるそれなのかな。こいつ1位しちゃうと世の中が少しつまらなくなる。でもその選び方でいくと絶対これなんですよ。そうか。あ、この人。でもそのドンコンなの。でもやっぱコンチなんだよな。そうなんですよね。これはこのタイヤっていうよりかは正直やっぱコンチなのよ。オンロードタイヤはコンチネンタルがやっぱ好き。かっこいい正直。そう。好き。総合点は総合点はコンチネンタルがすごい高い。どうですか？使いやすさ。ロードってたとこにフォーカスするとやっぱコンチが好き。コンチが好き。コンチが好き。なので優勝者はコンチネンタル。コンチネンタル。確かに。優勝者はコンチネンタル。コンチの皆さん。コンチの皆さん。パッケージにいらっしゃるコンチの皆さん。おばちゃんね。パッケージのね。匂いがいい。わかる。それわかる。それすげえわかります。コンチの匂い。コンチはいいです。ブラックチリコンパウンドが一番いい匂い。ちょっと甘い匂いするんだよね、なんかね。いや、コンチの匂いはすごいわかりますね。コンチネンタルがじゃあオンロード部門はコンチネンタルの勝ちです。そうだね。ちょっと趣旨変わってきたけど、まあしょうがないよね。しょうがない。おめでとうございます。おめでとうございます。
そのケーシングにへーミシュランのトリップを剥がして貼り付けるみたいなカスタムのタイヤを使って、やばそうでなんかね多分世界初だったらしいんだよね。その前後でタイヤのパターンを変えるっていうのを製品化したのが確かパナレーサーが一番最初。そのホールのミニモトと一緒だったセットだったーミニモトも何これポンの新しい新作のブレーキだのタイミングでそのバイクにこれがあれもさ